アルファタウリは、フランツ・トストが今季限りでチーム代表を退任。後任には、フェラーリで副代表を務め、ディレクター職も担当していた、ローレン・メキーズが抜擢されるという、衝撃のニュースが発表された。フランツ・トストは、レッドブルグループがイタリアの F1 チームであるミナルディを買収し、2006年から F1 コンストラクター、スクーデリアトロロッソが誕生した際に代表に就任。トストは、トロロッソでレッドブルジュニアチームの契約ドライバーを起用して経験を積ませ、才能が認められれば、本家のレッドブルレーシングへ昇格させるというのが最大の使命。これまでに、セバスチャン・ベッテルやダニエル・リカルド、マックス・フェルスタッペンなどを育て、レッドブルへと送り込むことで若き才能を羽ばたかせてきた。しかし、そのチームのあり方がゆえに、ふさわしくないと判断されたドライバーに関しては、非常に切り捨てるのもトストの役目である。今回は、フランツ・トストによって未来を絶たれた、3名の F1 ドライバーについてご紹介いたします。F1 チャンネルでは、新旧、様々な F1 情報を配信しています。皆様で F1 を盛り上げていきましょう。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。チーム批判、悪態による解雇。スコット・スピードは、特定疾患に認定されている、潰瘍性大腸炎と戦いながら、2006年にトロロッソのシートを獲得。同疾患、難病と戦う、多くの人々に勇気を与えたアメリカ出身のドライバーである。デビューイヤーの第3戦、オーストラリアグランプリでは8位でチェッカーを受けたが、デビッド・クルサードを抜いたのが気はた区間であったため、レース後、25秒加算のペナルティーを受け9位に降格。腹を立てたスピードは、クルサードに対して暴言を吐き、問題となった。2007年も、引き続きトロロッソに残留したが、チームから十分なサポートを受けれずに居心地が悪いなど、メディアに対してチーム批判を繰り返した。そして、同年のヨーロッパグランプリで事件は起きる。ピット作業での混乱について、トストに食ってかかったスピードは、トストの説明を聞かずに背を向け、その場を立ち去ろうとした。トストはこの態度に激怒し、肩を捕まえ引き止めた。スピードは後日、トストに首根っこを掴まれ、激しく揺さぶられた、と主張。トロロッソは、即座にスコット・スピードを解雇し、BMW ザウバーのサードドライバーであった、セバスチャン・ベッテルを起用することになる。戦績不振で、シーズン中に解雇。セバスチャン・ブルデーは、2004年から4年連続で、チャンプカーワールドシリーズでタイトルを獲得。2008年に F1 デビューする。現在では珍しい、ドライブ中もメガネを着用して運転するレーシングドライバーの一人である。参戦初年度は、たびたび光る速さを見せるものの、不運のマシントラブルもあり、4ポイントの獲得に終わる。一方で、チームメイトのセバスチャン・ベッテルが、1勝を挙げ35ポイントを獲得したため、より一層ブルデーの存在は影を潜めることになった。2009年、開幕戦とモナコで8位入賞を果たすものの、予選では最下位となることもあり、戦績はいまいち。第9戦を最後に解雇され、新たにリザーブドライバーのハイメアルグ・エルスアリがシートを獲得した。ブルデーはこれに対して、トロロッソが契約不業義務に違反した、として法的措置を検討。結果的には、チーム側との話し合いにより和解している。若き才能を優先した解雇。ジャンエリック・ベルニュは、2011年、フォーミュラルノー 3.5 にフル参戦し、ランキング2位で終えると、トロロッソのテストドライバーとなる。3度の F1 フリー走行で実力を証明し、2012年にレギュラードライバーに昇格した。チームメイトは、ダニエル・リカルド。初年度は、16ポイントを獲得し、リカルドを上回る活躍を見せる。翌、
2013年もリカルドと共に契約を更新。しかし、この年は目立った活躍がなく、リカルドにもポイントで負けてしまうことになった。2014年、リカルドがマーク・ウェーバーの後任としてレッドブルに昇格したため、ダニール・クビアトが同僚になる。自己最多となる7度の入賞を果たすなど、獲得ポイントでクビアトを圧倒したが、セバスチャン・ベッテルがフェラーリに移籍したために空いたレッドブルのシートは、クビアトが獲得することになる。しかも、トロロッソは2015年のドライバーに、若いマックス・フェルスタッペンとカルロス・サインツを起用。ベルニュは、F1 のレギュラーシートを失うことになった。トロロッソは、チーム自体がレッドブルのための若手育成を目的としており、ドライバーを選ぶ際には、若い方をチームに残す傾向がある。在籍年数3年で、ある程度の能力が見えているベルニュに見切りをつけ、才能ある新たなドライバーを選んだのであった。以上の3名は、態度、戦績、年齢といった別々の理由によりトストによって解雇された。昔のトストは、怒らせると怖い、そして非情な解雇を行う、などの印象がありました。これらは、スピードとベルニュの解雇が起因となっているのかもしれません。角田裕樹にとっては、常に優しく見守ってくれる存在であったフランツ・トスト。トストは、角田の才能を買っていましたが、代表がメキーズに変わることで角田はどうなるのでしょうか。レッドブルのドライバーは、マックス・フェルスタッペンが2028年まで契約しており、セルジオ・ペレスは2024年までとなっています。2人の関係性に問題が生じない限りは、アルファタウリのドライバーは、2025年まで昇格のチャンスがないことになります。しかし、何かが起きればシーズン途中であれドライバーを変更してきたのがレッドブル。F1 で3シーズン目を迎え、成熟を見せる角田裕樹は、チャンスが転がり込めば昇格もあり得るかもしれませんね。皆様で、角田選手を引き続き応援しましょう。最後まで、ご視聴ありがとうございました。